こんにちは、かよです。今日はね、30日間チャレンジの5日目でございます。でね、今日ちょっとお伝えしたいことがあるんですけど、30日続けられませんでした。もうって思うでしょ。いやいや、結構ね難しいんですよ。ということで、4日目までね順調だったんですけど、5日目がねちょっと間が空いてしまいました。でもまた気持ちを切り替えて30日間はビデオ撮影、絶対自分で決めたことはやり遂げますので、引き続き応援していただけると嬉しいです。で、今日のテーマはね、何にしようか。今ね、私の猫ちゃんチューハイをお散歩しながらあなたにこの動画をお届けしていってます。今日はお散歩しながら怒りとげんこつ、この関係は何なのかっていうことをお話ししていきます。すぐね、周りの環境に対してイラッとして自分の感情がね、抑えきれずに爆発してしまいがちやすい方、カリカリ腹をね、立てやすい方にぜひ見ていただきたい内容になっています。怒りとげんこつってどういう関係なんだろうって思うでしょ。で、まずね、感情を簡単にご説明したいんですけど、感情っていうのは3つが絡み合って感情っていうのができてます。1つ目が頭の中で考えること。で、2つ目がこのフィーリングですね。感じること。で、3つ目が行動。この3つが組み合わさることでさまざまな感情が生み出されていくんですね。例えば未来のことをね考えるだけで不安になって体がちょっとこう震えが来たりとか、手にね汗を最悪なことを考えすぎてしまって手にじわっと汗をかいたりしてくることがあると思うんですよ。で、あなたの思考とか感じること、その物事の捉え方によって感じる思いとかも違うじゃないですか。で、このようなことが影響し合いながら感情っていうのを生み出してるんですよ。で、今日は怒りというテーマなんですけどね、怒りを感じた時に体から出てくる合図っていうのは人それぞれ違うんですよ。あなたはどれだろう。例えば頭に血が上ったり、ね、歯を食いしばったり、目がこうぐーっとね目をこう細めてとなる人もいれば、一方でね手をぎゅーっとこう握りしめて怒りをね増幅させる方もいると思う。で、怒りを感じると手がねげんこつになると、これがね結構多いと思うんですね。で、この時にね何か嫌なことを言われたり自分がやってほしくないことをされた時、これをマインドフルネスな状態で見つめて、そこをねそのままその状態を認識して受け入れるっていうことはまあ大前提なんですけど、その前にねどうしても人間っていうのは不快なことをされた時に自然と感情が出てくるんですよ。これは私たちが持っている人間の自分の身を守ろうとしている反応なので自然なことなんですよ。で、この時にね多くの方は普段生活している時っていうのは手は、ね、指がふわっと開いてリラックスした状態だと思うんですよ。で、手をねこう今見せるとイラッとしたことを言われた時に手がね徐々にぐーっと指が丸まって拳の状態になっていくんですよ。で、今やってみてほしいんですけど、イライラしてなくても拳を握りしめてぐーっとね力を入れていくと結構ね体がこう身構えるんですね。で、もっとねぎゅーっと力を入れてみると分かるんですけど、なんかね闘争心っていうかこう戦う姿勢になってくるんですよ。で、この時に
実際もし実際もしあなたがねイラッとしたことを言われた時にこのグーの手で拳を作るとさらに怒りがこみ上げてくるんですよ。この時にやっていただきたいのが、もしね怒りを感じる場面に遭遇した時、パッと反応して感情が出るのは自然なこと。だけどあなたの体からいろんなサインが出ます、怒りの。この時に拳をぐーっと丸めないで、自分で手はね広げたままっていう合図をあなたの体に送ってほしいんですよ。ただね、ムカッときて体がぐっと身構える、ね、ぐっと縮こまるんですよ。ぐっとね。その時に私は手はね曲げない、手はねグーにしないと、手のひらを広げて受け入れますと、ね、怒りの感情を自分自身で増幅させないという選択をしてあげてほしいんですよ。手のひらをね見ている人に見せるということは、私は大丈夫です、何でも受け取りますよ、私はオープンですよっていう意味になるんです。だからこの時ねムカッときた感情とともに手で拳を作ってぐーっとねやってしまうと、怒りのレベルがどんどん上がっていくんですよ。だから自分でこれはコントロールできますよね。私は腹を立つことを言われても、自分でその感情にね反応しないことも選べるんだっていうことをね、自分自身に言い聞かせてほしいんですよ。で、あなたがこの握り拳を作らないっていう選択をすることで、その怒りの感情が暴走しすぎるのを防ぐことができるんです。冒頭でお伝えしたように、感情っていうのは思考、感じること、フィーリング、そして行動が重なり合って感情っていうのができていきます。ですのであなたがぐっとね、今度あなたがムカッとかイラッとした時に私の体でどんな反応が出るのかなっていうのを、自分の怒りポイントっていうのを観察してみてほしいんですよ。歯を食いしばる人もいれば、怒りで心臓がねドキ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 胸がバクバクしてくる人もいると思うんです。私が思うにはですよ、多くの方がパーからイラッとした時にねこうぐっとだんだんこうなってくるんですよ。全員の方がこうなるとは言いませんけど、あなたが怒りを感じた時に体の中からどのような反応が出るのかっていうのをご自身で観察してみてほしいんです。でもし今日ご紹介した拳をね握りしめてしまう傾向がある方は、自分で拳を作らない、私はパーのままだ、ね、っていうことを選択してほしいんです。でこれをやることで怒りのパワーがよりね高まって、自らを苦しめてしまうのを予防できるっていうかね、そういう状態にあなた自身を持っていかないっていうことができるようになります。今日は怒りと拳がねどのように影響し合っているのかっていうのをお伝えしました。あなたっていうのはあなた自身にしかわからないんですよ。だから一つ一つね、自分が作り出す感情でどのようなサインが出ているのかっていうのを観察していく練習をしましょう、ね、そんな感じで今日は5日目お送りしてきました。最後までご覧になっていただきありがとうございました。また次回に。チャオ。